さんこんにちは、なるです。今回は長野県松本から大糸線に乗って新潟県糸魚川を旅してきました。新潟県は上越、中越、下越、そして離島の佐渡の4つのエリアに分かれています。上越のスキーリゾート妙高高原、中越の日本三大花火に数えられる長岡祭りや雪国の温泉地越後湯沢、下越の県都新潟市、そして世界遺産佐渡金山を有する佐渡島と、それぞれに深い魅力が詰まっています。今回訪れるのは上越エリアの最西端に位置する糸魚川市。ここは日本列島を東西に分担する大地の裂け目フォッサマグマの西縁にあたる場所です。この糸魚川へ向かう大糸線は長野県松本から新潟県糸魚川までの約105キロを結ぶローカル線。かつて日本海の塩を信州に運んだ塩の道千国街道沿いに走っており、安曇野の田園風景、白馬の雪山、そして姫川渓谷の深い雪景色と車窓が劇的に移り変わっていきます。途中の南小谷駅を境に JR 東日本から JR 西日本へ、電車からディーゼルカーに乗り換え、ここから先は1日にわずか数本走るだけの区間です。今回は糸魚川の山奥に佇む笹倉温泉龍雲荘に宿泊します。日本人を守る会に加盟する一軒宿で、活火山焼山のふもとから湧く美肌の湯と雪山のパノラマが待っています。糸魚川へのアクセスについてです。東京からは北陸新幹線博多を利用すれば乗り換えなし約2時間で糸魚川駅に到着します。松本ご乗車ありがとうございます。ご利用くださいましてありがとうございます。南小谷行きワンマン列車です。お降りの際は
右についております開けるのボタンを押してお降りください。なおこの先は途中の各バット終点南小谷のみホームバス。白馬駅では30分以上停車時間がございます。品川による白馬駅地区に南大谷をご利用のお客様は足までしばらくお待ちください。なお、お手荷物、貴重品の管理には十分お気をつけください。Soon make a brief stop at 白馬プラットナンバー3。The doors on the left side will open. Please push the green button.ご乗車ありがとうございました。終点、止まりが白馬です。お忘れ物のないようお手前にもお願いしてください。糸井、間違えた。白馬駅に到着しました。だいたい松本から2時間ぐらい、電車に揺られて到着しました。電車は意外と混んでましたが、白馬駅でほとんど降りました。でね、電車の車窓の風景もすごい綺麗で、めちゃくちゃ綺麗だった。安曇野で田んぼ畑だと思ったらいきなり雪景色になってね、すっごい綺麗です。ずっと撮ってたからね、2時間一瞬だったけど、朝は奮闘してました。なるは寝てました。途中だけね。いつものように。いつものように。いや、ちゃんと起きてました。起きてました。今日本当に天気いいね。糸魚川までの電車の道のりも楽しみですね。はい。本当にこのさ、もうなんていうの、糸魚川静岡北条線の上を通ってる感じでいいですね。はい。ではあと1時間か、頑張りましょう。はい。炊き込みご飯だと思う。濃い色してるね。ちょっと何の味かわからない。大糸線の弁当があったんだけど、11時からだったから。そうなんだよね。ただ買えませんでした。これは山賊焼きかな。おいしい。山賊焼きだ。生姜とニンニクが効いててめちゃくちゃ美味しい。山菜とかも入ってる。
豆知識を教えてあげようか。糸魚川に行くじゃん。でも糸魚川っていう川はないの。そうなんだ。はい。そうなんだ。川の名前が途中で変わるのかと思った。ああ、姫川から。そうそう。ありがとうございました。まもなく終点南小谷です。お忘れ物のないようお支度ください。中津市糸魚川方面は乗り換えです。整理券でお乗り換えのお手伝い。もいい天気ですね。すごいな。でも一つのこれでせっかくさ糸魚川に来たから海見たいじゃん、海を見てお昼も食べましょう、ね、あれが展望台です。確かレインボー展望台だったと思う、近くていいね。駅から本当だね。5分ぐらいじゃない？何？久しぶりの海ですね。ね、最近川多めだったからね久しぶりだ。すごい綺麗。こっちもすごい。めっちゃ景色いいじゃん。糸魚川ってこんな景色いいんだね。車で知らなかった。海と山や。海と山に挟まれてる。展望台からの景色すごいね。すごい。こんなに糸魚川って綺麗だったんだ。そうそうそう、私も知らなかった。びっくり。日内岳とかも綺麗だしさ、白馬岳もちょっと見えるっぽい。あの奥のやつだよね。すごいね。山並みこんなに見えるなんて思ってなかったからさ、嬉しい驚きです。恐ろしいほどの絶景だよ、これは。ほんとー、すごいよ。もう超いい天気だしさ。やばい語彙力が出てこないけどすごい。海もすごい綺麗じゃん。キラキラ輝いててさ、波も穏やかだから優雅な海を楽しめるね。はい。
で、この海沿いの道もいいよね。ここをドライブしたりさ、電車乗ったりするのも楽しそう。確かに。ねえ、今日最高だよ。ランチは糸魚川の B 級グルメブラック焼きそばを食べてみましょう。はい。月島飯店さんはね、その代表的なお店なんだって。みたいですね。めっちゃ混んでるんだけど。そう、めっちゃ混んでる。もう2時なのにこのそう、混み具合がすごいですが。3時にバス乗らないといけないから。そうなんだよ、ホテルのバスが3時だから。早食いしないと。ささっと食べましょう。こんな感じが楽しみですね。もうそうだね。糸魚川駅から車で約40分、標高の高い山あいの谷間にひっそりと佇む一軒宿です。すごい、アイスと飲み物無料でもらえるみたいです。いっぱいアイスの種類あるよ。何この桃太郎って気になる。新潟限定。ジュースも喉乾いた。ジュースもいっぱいありますよ。レモンティーとかある。ビールも。すごい、ビールもある。すごっ。一つもらいくださいだって。オレンジジュース。剣の部屋です。広いね。マッサージチェアがある。嬉しい。すげえ。マッサージチェアがある。嬉しい。なんじゃこれ。すごい。めっちゃ楽しい。これ。わあ。すげえ。すごい。天気良すぎだなこれは。もうホテルに到着したんですが、景色が綺麗なのでね、ちょっと散策することにしました。はい。すごい綺麗だよね。あんまないって言ったね、こんな綺麗なの。こんなに晴れてるのは珍しいって言ってたね。雪の量もすごいじゃん。真っ白でさ、ここ棚田って言ってたね。言ってた。
え、田んぼが雪に覆われてこんな景色になってるんだよ。すげえ。山も綺麗に見えるしさ。あー、いいですね。いいですよ。笹倉温泉は享保年間に薬師如来の霊寺で発見されたと伝わる歴史ある湯。幾度もの洪水に流されながらもその度に再興され、地元の人々に大切に守られてきました。活火山焼山が育んだ弱アルカリ性の湯は硫黄臭がなく、美肌効果や疲労回復に優れた名湯です。貸切温泉にやってきました。貸切温泉は40分の時間制となっています。チェックイン時にフロントで予約しました。それでフロントで鍵を借りて入るっていうシステムです。いやー、すごい気持ちいいですよ。なんかですね、お湯がすっごいトロトロしてるんですよ。湯温泉並みにトロトロしてて、肌にピタッと張り付いて、もう入った瞬間から肌がツルツルになる、そんな温泉です。色は無色ですね。あんまり硫黄の香りもしないです。で、ここのお湯は源泉かけ流し 100%、 加温も加水もしてない温泉です。私はもうこれから日本酒を頼むことにしましたんで、いいと思う男山だよね。どんな感じなの？飲んでみて。男山飲んでみてよ。やっぱ飲みやすいのがさ、純米大吟醸っていうのと大吟醸が飲みやすいらしいんだよ。あ、そうなんだ。なかったんだよね今回。そうだね。まあでもその中でも飲みやすそうなやつ、男山を選びました。いいと思う。
大吟醸が一番飲みやすい、一般的にね。大吟醸が一般的に一番飲みやすくて、その後に純米大吟醸あ、へえ。みたいです。なるほど。こいつは純米吟醸です。全然興味なさそうじゃん。全然興味なさそうじゃないですか。男山。男山。ああ、この前のやつよりちょっとやっぱ辛いね。あ、でもね、これだったらいけるかもしれない。あ、フルーティーな感じ？ちょっと辛いかも。この前のやつよりは辛い。じゃあ私も。確かに匂いが結構ね、もう来る感じ。ああ、うん。来るよね。ああ、うん、でも飲みやすい。うん。うん。うん。でも飲みやすくない結構。本当飲みやすいよ。美味しい。男山って感じだわ。男山って読み方なんかな。違うのかもね。初めてあんこを食べる。ないわ。ね。深海魚だよね。うん。頭にこういうのだよね。ついてるやつだよね。多分。どんな感じなんだろう。ね。でもなんか、どんな感じだろう。何？なんか弾力ある。ああ。白身？弾力あって美味しい。ふっくらしてるんだけど弾力がある。タラっぽい感じ？いや違うの。嘘。タラってそこまで弾力ないじゃん。フグに近いのかな。ああ。いや美味しい。嘘。皮とかもいってみて。ね。コラーゲンたっぷりじゃない？プリプリしててめっちゃ美味しい。うわ美味しいね。グロテスクな見た目からは想像できないぐらい美味しい。糸魚川のあんこらしい。ね。美味しい。あとこの味噌ちょっと辛い感じなのかな。その味噌も美味しいスープ。美味しい。いやうまいね。いやもうまあ食べれないもんね。初めて食べた。いや美味しいね。いっぱい食べたい。いっぱいあるでしょ。確かに山盛りだったもんね。美味しい。早くマコも食べて。これもおじやがとんでもないうまさだよ。めちゃくちゃ美味しいねあんこの。旨味が凝縮してるよ。そう。このスープがさやっぱ美味しいよね。あんこの肝とか内臓がいっぱい入ってるらしいからね。中井さんがおすすめしてくれたおじや食べてくださいってやった方が良かったね。やってよかったよ。本当に美味しいよ。つい奪っちゃう美味しさだもん。いや別にいいけどお腹いっぱいだから。そっか。あんこいいね。あんこ美味しいね。本当に美味しい。ヘルシーだしさ、健康にも良さそう。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？いいよ。お昼は糸魚川の地魚寿司で腹ごしらえ。元漁師の大将が握る地魚おまかせ寿司は日本海の海の幸そのものです。はい、こっちの方がいいかな。すいません。でね、ネタがこうなりまして、タコまでですね。はい、それで、あとズワイガニとしめ鯖出てきますので、どうぞ。はい。よいしょ。あんこをいただきます。これなんか変だね、こうやって。うまっ。マジ？やば。昨日のなんていうの、プリプリ感もあるね。うまっ。あんこやこの食感。いやこれもありきたりだけど初めての感触だよこれは。うまっ。いただきます。うまっ。新鮮だわ。やっぱうまいね、寿司って。そう、見た目でテンション上がるんだよね。
うまっ。プチプチしてるわ。この卵と一緒に。珍しい。普通の卵の色ってこんな感じなんだね。どうでしたか？素晴らしかったね。やっぱあんこうまいわ。刺身でもすごかったよ。そうなんだ。やっぱ日本海の荒波に揉まれたあんこは美味しいんだね。日本海ってすごいね、寿司。富山にしてもさ。確かにね。なんか住宅地にあるそうそうそう。寿司屋ってなんかすごいよね。それだけで美味しいよね。それだけで絶対間違いないもん。佇まいがなんか、いい感じだもんね。風格あるよね。長年地元の人に愛されてきた感ある。なんかエビの味噌も出してくれたしさ。ああね。店主の人もいい方だったね。残念ですね。ああもう。酒禁止したよ。もう一生飲まない。って言ってなかったっけ、前も。前も言ってたけども、心に近かった。ジンジャーエールの。